皆さんこんにちは、南條達也です。今回はですね、12月に出る新商品の510プライマーと510瞬間接着パテをですね、大滝さん、小島さん、渡辺さんと3人でも大変多い人数なんですけども、はい、これをですね、今からいろんなこの商品を使って実験をしていきたいと思いますので、はい、ちょっとご協力いただければと思います。結構いろいろ試されてるんですか、この2つの商品に対して。いや、試しきれてないところもありますんで、ぜひちょっと今実践していただいて、実際できるかどうかはぜひ南條さんに、検証していただければと思います。一番楽しい時間ですのでどうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、早速実験していきたいと思うんですけども、はい、はい、お願いします。510瞬間接着パテから、はい、いきたいと思うんですけど、小島さんに先ほど合わせ目消しとかこうパーツとパーツを合わせてこうムニュッと出せるやり方を教えてもらったんですけど、なんか裏技的なものがあるんですよね。なんかお守りに粉を。こちらのですね、はい、粉を使っていただくと、これ何の粉なんです？これはですね、具体的な商品名はちょっとそういう違法なあれではなく、材質的にはタルクっていうものの粉になります。はいはい。で皆さん分かりやすいように言うと、よく薬局とかでそう売ってるやつ。薬局で買うようなお肌がサラサラになる。わかりました。チャラパウダーみたいなですね。だから買いやすい。そうですね。はい。ちょっとサラサラしたものですね。はい。これを何ですか、瞬間接着パテに混ぜる感じです。混ぜて使うことによってより接着性が良くなる。接着性が上がる。接着性が上がります。一すくいぐらいでいいでしたっけ？一すくいとこんな感じでちょっと多かったかな。でちょっと混ぜ方というのはこれからやってもらうんですけど、だいたい1対1から1対2、粉の方がちょっと多めの方が削りやすくはなりますね。このぐらいでしょうか。そこはそれぞれモデラーさんお好みになると思うんですけど、ある程度の硬さとかが欲しい人は瞬着パテの方を多めにするとかですね。あと混ぜ始めると効果が始まるんですよ。瞬間接着パテの方が効果が開始しますので、混ぜたらできるだけ早めに持っていただくという形ですね。今これ渡辺さんガンガンやってるんですけど、これやり慣れてるんですよ。いや、僕あんまやったことない。ちょっとこれ本当は小島の方がやるべきなんですけども、ちょっと目の方がちょっとちょっと肉体的な、僕もちゃんとできるようにならないとなと思うんですけど、失敗するとね良くないので。渡辺さんがやっぱ営業で人前でやるために僕も触るようにして目の見える人にねお願いしたいという。こんな感じですかね。これでも今固まった感じの仕上がり感はどこら辺を目安にしたらいいんです？仕上がり感っていうかなんかあるじゃないですか、その状態がどういう状態が、例えばケーキとかだったら角が立つといいとか。もうそこはねあんまり考えない。感覚も混ぜてる最中にもだいぶ液体というよりはちょっとまさしくパテみたいな形になってくるので、なんか僕の見た目の石膏っぽくなってるんですけども、それはだから OK な状態。それで大丈夫ですね。でも今固まり始めてますけど、穴こういう感じで穴が開いてたところにちょっと今持った状態ですね。ちょっと多めに。こんな感じですよね。だからちょっともうもう穴からこうはみ出るというか、そういうぐらい山盛りにしていいってことですよね。プライマーを吹き接着パテだけだとそこまで盛り付けるには何回かこう吹いて510プライマーを吹いてポロッとあんまり突っ込まないでいただけると。で510プライマーを吹いてもう一回持ってとか繰り返さなきゃなんですけど、で今回みたいにその粉を混ぜていただくと1回で割と盛り付けがしやすいです。そうですね。だから段階をもう一発で終わらせれるし、しかも削りやすいし、時短になるってことですよね。一番は削りやすいって部分ですね。これ今まだちょっと固まってないですね。プライマーがいるかな。でここで510プライマー。吹けばいいってことですね。これ
これだから手袋言いましたっけ？そうです。手袋はちょっとした方が手袋しました。まあちょっと比較用にこっちちなみに混ぜてないやつ結構それでクレーム来たりするんで。あ、そうですよね。本当に気をつけて。違うじゃん。はい。ちょっと多かったかなこんな感じで。全部さっきから多かったなってなんかもうそもそも難しいなと思って多かったなちょっと穴に対して多いな。でこれでじゃあ全体を引っ掛けますよ。はい、すみません。これちょっとかかっちゃっあ、た。そうですね。これが10センチ20センチくらいですかね。もうちょっとだけ。もうちょっと増えた方がいい。いやもったいがらずに。どうですかね、触ってみて。あ、これでちょっと確認しながらって感じですね。あ、めっちゃ固まりました硬い。これめっちゃ硬いです。そうですねこれちょっと渡辺さんかけすぎだから。ちょっと手でやるとそこちょっとやっぱ盛りすぎましたね。怖いかもしれないですね。こっちはそうか。こっち手でやると怖いですね。まあこちら側が軽く混ぜてないでこっちで混ぜた状態。どうだろう。あ、そうこれで調べる。あ、でもバッチリですよ。本当ですか。でも表面は固まってるかもしれない。あそうだ中の方が固まってないかもしれないんで。なんか言ってますけど盛りすぎだな渡辺さんですかいやね。ちょっとこれで削ってもらってちょっと中身の方を確認していただければ。こっち軽くある方ですか。軽くありますね。削り加減。あ、本当だ。めっちゃ削りやすいです。もうちょっと柔らかめな感じになるのかなと。このヤスリは240。そうですね。ちょっとまあ粗めのヤスリ使っていただいて、やっぱ水までしちゃうんで。はいですね。サクサク切れますね。で中の方どうですか？固まってますか？中の方大丈夫ですか？全然固まってます。でこれあれですね。ちょっと盛りすぎたやつです。そうですね。ちょっと気をつけないと、もしかしたら中の固まってないかもしれないんで。となってますね。そしてタレット混ぜた時から硬化が始まってるので、混ぜてない方は表面から硬化始まっていくんですけど、タレット混ぜてる方は内側もだんだんと固まってくるので、やっぱりその分安心して削りはしやすいですね。で軽く混ぜない状態で多く盛った人間の問題もあるんですけど盛ると削ってる最中にまだ硬化してないところにヤスリが出てくるとビジャッと事故が起きちゃうんですね。そう出てきたりするんで、やっぱ少量でピンポイントでっていう感じ。それでもめっちゃ早いですよこれ。小島さん今話してもらってる間にこの軽く入ってる方はもうそうです。そっちはもうほぼ固まってるはずなんで。こっち硬いんですよ。ああ削れないんですね。じゃあ削りにくいんですね。そうです。削りにくいです。ちょっと多めに盛ったのもあるんですけど、いやでも本来はねもっとちょっとずつだいぶ硬いですこれ。大盤振る舞いでね盛っちゃったね。こんなに硬くなるよっていう。全然その水平になるまでこれ多分喋ってる間ずっとやらなきゃぐらい終わり頃にちょっと平らになりました。ただ逆に硬さが欲しい場合はやっぱりそのタレの量を調整してもらって。そうですね。用途に合わせて。なるほど。こうね出っ張って硬いになると、ここ削ってるなって思ってたらちょっと他のとこ削っちゃったりとかで歪んでっちゃったりするので、もうなんかここの端っこが削れてる感じでヤスリの当たり方がこの傷で分かるんですけど、こっちも本当に爪引っかからないですけど、全然まだ引っかからない。盛りすぎたっていうのは。いやでも全然すごいですねこの裏技。へえ、ありがとうございます。これいやなんか噂では聞いてたんですけど、こんなにやりやすいとは思わなくて、ちょっと実際初めてなんで、ちょっと感動レベルですねこれ。ぜひじゃあこの粉を買っていただいて混ぜるとこんな感じになるってことですね。そういうことですね。すげえ全然違う。なんか他に瞬間接着パテのなんかその用途というかまあもう本当こんな感じって感じですかね。合わせ目消すとか。そうですね。メインはやっぱそこですよ。やっぱりこう穴を埋めたりとか、溝を埋めたりとかがやっぱり使いやすい商品になってるかなと思います。あとはその言われたように本当白がなんていうんですか、その真っ白っていう感じじゃなくて透け感があるからちょっとそうですよね。下のグレーのパーツもちゃんと見えますし、でちゃんと濡れてるなって分かってるのがいいですね。ちゃんとそのなんか接着できてるから透明だと濡れてるかどうか分かんない時あるじゃないですか。それがあるからいいですね。はい、続いてこのプライマーの方なんですけど、これ瞬間接着パテで使えることはもう分かってるんですけど、実際ちょっといろいろあるじゃないですか、こう難しいところが、はい、エッジングパーツとか、はい、
ちょっとそういったところも実験させてもらえたらと思うんですけど、メタルリギングって針線、はい、それをはい、ちょっとじゃあまた渡辺さんに触ってもらおうかなと思うんですけど、頑張ります。老眼殺しの老眼殺し。これ実際こう引いてるんだけども見えないですよね。そうこれ僕もちょっと今髪の毛レベルのなんかもうパントマイムやってる。そう何をしてるんでしょう、ゴッドハンドさんみたいな。切ってね、うっかり落とすともう二度と見つからないというね。これ長さって結構気づいたらもう全然結構切ってもらって、でこれだから金属製なんでメタルラインニッパーがちょっと長めに切った方が多分作業しやすい。このぐらいってことですよね。そう戦艦を作る人にはもう必須品というか、ちょっと髪の毛のより髪の毛よりそうです。これだって 0.06 ミリですから。手放しだともうどこ行ったか分かんなくなっちゃいますね。でこういうのを切ってもらうのはこちらの。ですね。メタルラインこちらの2箱買ったんです。そうですね。2箱こっちになってるそうですね。もう細い線でもしっかり切れるのがこちらの。なるほどなるほど。これどこにこうとこそうですね。なんかここにあらかじめプライマーを吹いての方がいいかもしれないですね。プライマー吹いてからこれ塗るとこっちのハケ固まってしまうので。じゃあ先に点付けをしてから線を乗せて、ただそこから飛ばないように気をつけてシュッと。これあれですか、一回別のところに出した方がいいですか。一回その方がいいかもしれない。ちょっと怖くてこれを手放せない自分がいますけど。ちょっと突き過ぎちゃうとまたそこがね盛り上がったりするので、なんかだんだん図がなんか僕と渡辺さんがなってるみたいな感じに大谷のベテランお二人に習う。でちょっとつまようじ。はい、ありがとうございます。ちょっとなんか教室みたいな。いいじゃないですか。このパターンですと先にここプライマー吹き付けちゃって大丈夫ですか。いや、先に点の方がいいですか。紙芯をつけて。めっちゃ普通になってるじゃないですか。ね、ピンセットいります？ピンセットこっちありますよ。ここでいいですか。はい。好きなところにつけてもらう。はわせたいなっていうところ。止めたらだからちょっとカメラの方に向けていただいてこんな感じで。その上に線をメタルリギングを重ねて。なんで2点先につける。ああ、そうですね。で吹けばいいってことですね。じゃあ吹くのもしましょうか。あ、そうですね。2人作業でやる。そうですね。2人作業。しますね。なんかもう。でも渡辺さんの手につけないように吹く。至難のそうですね。ピンポイントでこう。じゃあそこ当てたらはわせてってことですよね。手袋します。こういうことですか。そういうことです。で僕が受け取ってシュッていきましょうか。そうしましょうかね。こうしてなんか今こう見えてますかね。でもなんか相当厳しいとは思うんですけどついてる感じでいきますよ。どうでしょうか。ちゃんとついた音しましたよ。シュッて音したっす。硬化してる音がシュワーってちょっとピンセットでちょっと引っ張ってみます。引っ張ってみましょう。そうだ、そうすればわかるっすよね。ついたっていうのが。空中に浮いたみたいに見えますけどね。あんまり引っ張らない方がいいかも。そうですね。でもこうやって全然取らないですね。つまんでこうやってやってみたらいいんじゃないですか。持ち上がるかどうか。そう持ち上がるかどうか。多分なんかカメラ上はちょっと浮いてるみたいな。ハンドパワー。おお、いいですね。すごいですね。ほんのちょっとしかつけてなかったですけどね。でこれで切れば。なるほど、完璧ですね。完全に外からした人じゃないですか。営業なんですけどね。営業なんですけどね。はい。教室の生徒さんみたいな。じゃあ次リギング同士でちょっと網みたいな。消えました。切ったやつが消えました。います？いや、いないですよ多分そこは。どこに？新しいやつ。そうっすねって僕持ってきたんですよ。はいどうぞ。はい。使ってください。はい。どうぞ。落とすとね行方不明。そうですね。本当これ一回なくすとダメですね。持ってましょうか。大丈夫です。接着剤をちょっと用意いただけるとこれもう固まってますよね。そうですね。固まってちょっとしてはい。取ってはつけ取ってはつけですね。糸の方とこれってプライマー吹くとちょっとこう白っぽくなるとか白化は軽減されていくとか。硬化自体が早いので、時間が経てば経つほど周りのこうなんか周りのもあっとなるじゃないですか。広くなるんで、それが起きる前にできるだけ固めてしまうっていう。絶対発火しないってわけですね。軽減できるって感じですね。そうですね。軽減はできると思うんですけれども、絶対しないっていうのではないですね。
まあだからそのままでほっとくよりは全然あそうですねマシですよってことですよね。そうですね。ずっと置いとくと本当に周りが真っ白になっちゃうので、ちょっと難しいですね。ちょっと長すぎた。集中してこう T 字になるようにやるといいんですけど、これは難しいんですよ。糸の方がちょっとやっぱ外れちゃいます。これでも甘いってこうやればいいのかな。ああ、それでいいんじゃないですか。それででも難しいですね。そのつけて、そのパチパチって切ればそういうことですよね。あ、いけるかな。いけるっす。すいません。だから多分これが一番段取り悪いんですよ。ここに僕に渡すっていうのは。そうですね。これ僕が間違えた方が高いです。これ渡辺さんみたいにやる2人でやる作業じゃないですからねこれ。はい、じゃあいきます。僕もいろいろ実験したいって言ったんですけど、もう吹き方覚えてないさすがに。なんでこうなったんですか。もうプロ級の腕前になってます。はい。でこのはみ出た部分を切っていきます。カットして。これこほとんど見れえないところ切ってます。絵がすごいですね。今状態としてはこう貼ってその線同士をつけなきゃいけないんで、その模型のちょっと一回中で持ち上げてみますか出っ張ったとね。ころをね切って。で際を切って今くっつけたやつをおーだから今 T 字でぶら下がってるっていうもうまあでも絶対伝わらないですよ。まあでもこれをやる方にはでもすごく楽にやってるなっていうのはこれでこんな感じ。あ、ちょっと取れちゃいましたね。あ全然まあもうないまあそしたらもうつけなあ、いそういうこと使えるですね。っていう感じですね。ね。はい。つける時もう一旦プライマー吹いた後なので、必ずああ、こうこれだけ先これにちょんってやるんですつまりちょん付け爪楊枝とかそういうものを使ってつけていただかないと、はんはんはん絶対にハケは直接はつけないように。なるほどなるほど。あ筆が固まっちゃうからってことですね。あとノズルもくっつけないようにですね。もうちょっとむずいですね。これこのままホビーショーに持って行って私が作りましたってこう紹介すればいいじゃないですか。ああ、そうですね。全然持って帰ってもらっていいわかりました。ありがとうございます。ちょっと覚えてるときに。はい。ちょっと虫眼鏡と一緒にそうそうですね。虫眼鏡こうやって、はい、レンズつけてこれ全くわかんないです。でも今こうやって吹いてて全然誰もむせないですもんね。そうですよね。匂いはもう気にしこれないが我慢してるわけじゃない。いや本当にすごいと思うんですこれ。で降下速度も速いし。ただまあ換気はねしっかりしていただきたいんですけど、良くないのはね。難しい。換気をしちゃダメってことしちゃダメじゃなくてしなくていいってわけじゃないですよね。なるほど。まだまだちょっとやってもらいたいのが渡辺さんあるんで、はい。あ、僕は必要。そうそうなんだ。もう手袋した方がいいですね。そうですねはい。もう手手袋袋しましょう。手袋しましょう。 Do you think little Jackie and Jill would notice one gift gone? Let's open up that bag and see what you got going on. And Santa, won't you listen to me? I got a feeling that you'll finally see. Although I haven't been good, you know I'm not so bad. Gotta have a gift for me too in that bag. Let's open that thing right up and take a quick peek inside. There's gotta be something floating around in there for me. Maybe near that bottom corner. Something simple but something special. Oh, Santa, baby, please don't make me beg. Please, please, Santa, please. Oh, Santa, please, just let me take a quick